こんにちは、オレンジです。今回はブラックセイバーをカーボンで作っていきたいと思います。黒いボディのフルカウルマシンなのでカーボンが入ると思います。それでは早速作っていきます。今回は生産が終了して入手が難しいブラックセイバーのボディの代わりにソニックセイバーのボディとジャンクで手に入れたウイングを使えます。ボディの形状は同一です。まずは型を取るために土台にボディを粘土で貼り付けます。シリコンを流し込んだ後に空気の浮力で浮いてしまわないよう裏側もすべて埋めます。ウイングは穴などをパテで塞いであります。ボディを貼り終わったらプラダンボールをグルーガンで貼り付けて囲いを作ります。粘土の影響でシリコンが硬化不良を起こさないように PVA を吹いておきます。ここにシリコンを流し込みます。1日経って硬化したので剥がしていきます。ボディの形状がきちんと写し取れていますね。このメス型に養生テープを巻いて簡易的な囲いをしてからシリコンを流し込んでオス型を作ります。こちらも1日経って硬化しました。オス型の完成です。このオス型に養生テープを巻いてから樹脂を流し込んで樹脂のメス型を作ります。2日経って樹脂が硬化したので剥がします。これでオス型とメス型が完成しました。ウイングも同様です。
いよいよ型にカーボンを積層していきます。カーボンクロスにあらかじめ樹脂を塗っておきます。複雑な形の型に密着させるため、裏側の2層目はカーボンクロスを分割しています。型に乗せたらクランプで挟んで圧着します。2日経って硬化したので取り出します。きれいに形になっていますね。ボディをルーターでカットします。よくボディの重量について聞かれるのですが、こんな感じです。比重はプラより CFRP の方が 1.6 倍くらい重いので、厚さはオリジナルより薄め、それでも硬さはある程度硬いです。形が整ったのでステッカーを貼ります。ステッカーはブラックセイバープレミアムのものを使います。新品はもう手に入らないのでフリマサイトで購入しました。またエンジン部分は部分塗装してあります。貼り終わりました。これをウレタンクリアーでクリア塗装します。いい感じのツヤになりましたね。表面を耐水ペーパーとコンパウンドで研磨して仕上げます。美しく仕上がりました。最後にシャーシに乗せたら完成です。それでは完成品をご覧ください。いかがでしたでしょうか。カーボン模様が映えるかっこいい仕上がりになったと思います。これからもいろいろと作っていきたいと思いますので、またご覧になってください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。